こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は補助金について解説をしていきたいと思います。新設をされる補助金なんですけれど、売上高100億円を目指す企業に対して作られた補助金、中小企業成長加速化補助金について解説をしていきたいと思います。こちら、新しく新設をされた補助金になりまして、まだ公募、現段階ではされていない、そして詳細もまだ出ていないというものではありますけれど、今後躍進的な成長を目指す企業にとって非常に良い補助金かなと考えております。この補助金を使いまして、大胆な設備投資を促進をしていこうという狙いがあります。今回の概要ですけれど、売上高100億円を目指す宣言というのが新しく作られております。こちらは令和6年度補正予算で経済産業省が設けたものになりますけれど、この宣言の中の一つが今回ご紹介をする中小企業成長加速化補助金というものになってきます。したがいまして、まずは売上高100億を目指す宣言について解説をした上で、次に中小企業成長加速化補助金を紹介をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、令和6年度補正予算、経済産業省が出したものを見てみたいと思います。いくつか出している中でですね、中小企業生産性革命推進事業というのがありまして、予算としては3400億円つけております。その中にですね、一つあるのがこちら赤枠で囲っておりますけれど、売上高100億を目指す企業をですね、支援をしていくというものになります。この売上高100億円を目指す宣言、こちらホームページで宣言をしていただくということになっておりますが、現時点ではホームページが立ち上がっておらず、まだ詳細はわからないという状況になっています。概要だけ解説をしておきますと、売上高100億円を超える企業になることを目指す企業がですね、それに向けたビジョンや取り組みを宣言をしていく、ホームページサイトという形になっておりまして、ではどのような内容を宣言をしていくのかと言いますと、まずは今の企業の現状についてということで、売上、賃上げ目標、課題等を宣言をする。また2つ目として100億円の実現の目標の達成期間、そしてプロセスについて宣言をする。3つ目、達成の具体的な措置について宣言をする。例えば、生産を増強するですとか、海外展開をしていくなどといったことになるかと思います。そして4つ目は、その目標達成に向けた実施体制について。5つ目が、経営者のコミットメント、宣言ですね。といったところを宣言をして公表するという形になっております。そしてこのホームページで宣言をした企業に対しては、補助金の活用ですとか、経営者ネットワークへの参加、そして宣言マーク活用による自社 PR ができるということになっております。この売上高100億円を目指す宣言の中の一つの補助金活用というのは今回ご紹介をするものになってくると。またでは経営者ネットワークというのはどういったものなのかですけれど、まだ現状スタートはしておりませんけれど、中小企業に対して100億円を創出するためのネットワークとしてですね、まずは100億円を企業を目指す会社が集まって、その中で経営者のネットワークを構築をしていく。そしてその中で優秀な経営者等を表彰をしていく。そしてその中でさらにですね、多くの経営者が成長を目指すきっかけにしていくという循環を目指して経営者ネットワークというのを構築をしていこうと考えております。この100億宣言をしてもですね、補助金使わなくてもこのネットワークには入れるということになっておりますので、もし今後飛躍的な成長を目指す企業、100億円を目指していこうという企業がありましたら、こちらの方参画してみてもいいのかなというふうに思います。そして、この100億宣言をした会社に関しては、補助金の活用ができるということになっておりまして、その補助金が中小企業成長加速化補助金と呼ばれているものになっております。
現時点では公募要領等公表されていないので、詳細はわからないんですが、現時点で分かっているところまでをご紹介をしていきたいと思います。この対象はですね、もちろん売上100億を目指す躍進的な成長を目指す中小企業ということで、補助の上限としては金額が5億円、補助率は2分の1という形になっております。そして実施期間につきましては、交付決定から2年間、24ヶ月ということになっている。そして、この補助金を申請するための要件として、今のところ3つ上がっているんですけれど、まずは投資額が1億円以上であること。そして2つ目としては100億宣言を行っていることとなっておりますが、現在行えずホームページ自体がないので今後立ち上がりを待つという状況になっております。そしてその他としてですね、もちろん賃上げといったところの要件も入ってくるので、これらの要件を満たした場合には補助金申請の対象となり得るという形になっております。そしてこの中小企業成長加速化補助金の対象経費ですけれど、建物費、そして機械装置費、ソフトウェア、外注費、専門家経費といったところが対象に上がってきております。大規模な投資を促進をするものになりますので、建物費当然入ってくるんですけれど、多分ですね、土地の購入というのは不可になる可能性が高いなというふうに考えております。そして、この補助金、審査のポイントというのが3つほど挙げられておりまして、1つ目は経営力、2つ目は波及効果、3つ目は実現可能性ということになっております。丸1の経営力に関しては、他の補助金申請でもありますけれど、自社の強みですとか弱みを把握をして進出していこうとする市場の状況、そして顧客動向などを分析をしていただく。そして、丸2の波及効果については、女性活躍の体制等についても問われると。また、地域資源の活用ですとか、賃上げ、そういったところが望まれると。そして3つ目につきましては実現可能性で、最低1億の投資というのを条件にしておりますので、財務体制は大丈夫なのか。そして計画達成のための組織体制は大丈夫なのか。そういったところが見られるということになります。この中小企業成長加速化補助金、まだスタートはしていないので、どういった状況になるかというのが判断しにくいんですけれど、似たようなものでですね、令和6年行われておりました大規模成長投資補助金というのがあります。こちらはですね、賃上げに向けた省力化投資を促進をするものになりますけれど、補助金上限としては金額が大きい50億。そして補助率は3分の1というものではありますけれど、この実績を見てみると、第1回、第2回出ておりますけれど、だいたい600件から700件程度の応募がありまして、採択は100件前後ということで、採択率 14% 程度になっております。あまり知られていないというところもありますけれど、多分この成長加速化補助金に関しても 10% 台の採択率だろうなというふうに考えております。また、この大規模成長投資補助金につきましては、書面審査の他にプレゼンもありましたので、今回の中小企業成長加速化補助金も当然にプレゼンもあるだろうなというふうに考えております。また、この成長加速化補助金での賃上げ目標ですけれど、今回、大規模成長投資補助金第3回の公募が出ておりますけれど、こちらでは、賃金の引き上げの年平均の上昇率 4.5% という要件になっておりますので、おそらく 4.5% 程度になるのかなというふうに考えております。概要はこのような形になっております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、申請に関してはですね、年度内に複数の公募があると考えております。そして申請に関しては電子申請になりますので、GBiz ID プライムアカウントの取得というのを早めに行ってほしいと思います。では、公募の開始はいつからかとなりますが、現時点では5月からという形で、公表されておりますが、5月では少し難しいのかなというふうに考えております。したがって公募のスタートは5月以降
が濃厚かと考えております。飛躍的な成長を目指す経営者は今から事業計画の作成を進めていってほしいと思います。飛躍的な成長というのはですね、例えば工場や物流拠点などの新設や増築ですとか、イノベーション創出に向けた設備の導入、そして自動化による革新的な生産性向上、こういったところ、大規模な投資を考えている企業をですね、ぜひ活用してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。